彼は無実救済団体、アイルランド冤罪支援センターに事件を持ち込んだ。センターの調査員たちは、古い証拠箱を開け直した。1990年、アイルランドのダブリンで一つの事件が起きた。その夜から数えて33年という時間が流れた。2025年の春、ダブリン高等裁判所の廊下に白髪混じりの男が立っていた。マーク・オコナー、62歳。彼の隣には年老いた姉が寄り添っていた。扉が開いた。静寂。そして判事の声が響いた。無罪。その一言が法廷に落ちた。誰かが息を飲む音がした。マークは動かなかった。泣くことも叫ぶこともしなかった。ただゆっくりと目を閉じた。姉が抱きしめた。震える両腕で33年分の重さをその腕に込めるように、傍聴席のあちこちでおえつが漏れた。記者たちのペンが止まった。法廷の外には初夏の陽光が差していた。マークが最後に自由な空気を吸ったのはまだ29歳の時だった。その頃の自分の顔を彼はもう覚えていないという。33年。それは子供が生まれ成長し親になれるほどの時間だ。マークが失ったのは年月だけではない。青年期があった。恋があったかもしれない。家族と過ごすはずだった食卓があった。その全てがある夜の自白によって奪われた。彼が署名した調書は自らの意思で書かれたものではなかった。だがそれを証明するのに33年かかった。無実の人間がなぜ自白をするのか、その問いに答えるために今から1990年の秋、ダブリンの古い取調室へと戻らなければならない。マークの物語は無罪判決で終わらない。始まりは平凡なある夜の帰り道にあった。 IMG。 1990年代初頭のダブリン、朝霧の漂う住宅街、レンガ造りのいい家が並ぶ路地に自転車で出勤する男性のシルエット。1990年秋、アイルランドのダブリン、その町にマーク・オコナーという男が暮らしていた。20代半ば、背は高くなく洗うと目尻に深いシワができる、そういう顔をした男だった。朝は早かった。夜明け前に目を覚まし、古いジャケットを羽織る。台所でパンを1枚食べ自転車にまたがる。それだけが彼の一日の始まりだった。仕事は建設現場の日雇い。決して楽な仕事ではなかったが文句は言わなかった。給料日には決まってあることをした。花を買う。一束だけ。母親への小さな贈り物。マークはダブリン郊外の小さな借家に母と2人で暮らしていた。父は幼い頃に家を出た。だから彼にとって家とは母そのものだった。週末になると近所の幼馴染たちと集まった。酒を飲むわけでも何か特別なことをするわけでもない。ただ笑って話してまた月曜を迎える。それだけの日々。夢があったとすれば大きなものではなかった。いつかちゃんとした家を持ちたい。母をもっといい場所に住まわせてやりたい。ただそれだけ。1990年のダブリンはまだ不況の影を引きずっていた。若者の多くがロンドンへ渡り仕事を求めて街を出て行った。マークは出なかった。母を一人にはできなかった。その選択が彼の運命を決めたとはまだ誰も知らない。10月のある平日、マークは仕事を終えて帰路に着いた。空はもう暗く霧雨が石畳を濡らしていた。彼はいつもの道をいつものように歩いていた。その夜、ダブリンのある路地で事件が起きた。マークはその現場の近くにいた。ただそれだけの理由で IMG。 暗い路地、遠くに青白いパトカーのライト。
霧の中に人影が見える。IMG。霧に包まれたダブリンの路地。石畳が雨に濡れ、街灯の光が滲んでいる。1990年10月、アイルランド、ダブリン。秋雨が続く夜だった。街の灯は霧の向こうで滲んでいた。マーク・オコナーは工場での夜間シフトを終えて帰路についていた。疲れた体を引きずるようにいつもの路地を歩いた。特別なことは何もなかった。そのはずだった。IMG。薄暗い商店街の路地。点灯した商品棚と散乱した高架。同じ夜、その路地から数百メートル先で事件が起きた。地元の雑貨店主が強盗にあった。激しく抵抗した末に倒れた。そのまま意識を取り戻すことはなかった。現場に残されたのは荒らされたレジと濡れた石畳に広がる血だけ。目撃者はいなかった。IMG。パトカーの赤いライトが霧の中で回転している。警察が聞き込みを始めたのは翌朝だった。近隣住民の証言が積み重なる中で一つの名前が浮かんだ。マーク・オコナー。理由は単純だった。その夜、現場の近くにいた。それだけだ。アリバイを証明できる人間がいなかった。母親はすでに眠っていた。友人たちは職を求めてロンドンへ去っていた。マークの周囲には彼のために声を上げられる者が誰もいなかった。IMG。薄汚れた取調室。金属製のテーブルと向かい合う2つの椅子。警察はマークを任意同行という形で連行した。取調室は狭かった。窓はなく、蛍光灯だけがしらじらと照らしていた。刑事たちは交代で部屋に入り、同じ質問を繰り返した。お前はそこにいた。見ていたはずだ。マークは否定した。何度も否定した。しかし、夜が更けるにつれ、言葉の圧力は形を変えていった。事実の確認ではなく、もはや別のものへと認めれば楽になる。その一言が取調室に静かに落ちた。IMG。マークの手が書類の上で止まっている。彼は何も持っていなかった。金もコネも弁護士を雇う余裕も、ただ疲れ果てた体と誰も信じてくれないという確信だけがそこにあった。翌日、マーク・オコナーの署名が自白書の末尾に記された。彼が書いた言葉は彼自身の言葉ではなかった。だが、それを知る者はまだどこにもいなかった。逮捕、そして裁判へ。マークの33年が始まろうとしていた。IMG。取調室の外、薄暗い廊下に並ぶ警察官たち。署名が終わった翌朝、マーク・オコナーは正式に逮捕された。1990年、ダブリンの秋、街にはまだ雨が残っていた。IMG。手錠をかけられ連行されるマークの後ろ姿。逮捕状には強盗殺人の文字が並んでいた。根拠は1枚の自白書。それだけだった。IMG。自白書のアップ。末尾に走り書きのような署名。物証はなかった。凶器も目撃者も指紋もあったのは疲弊しきった男が書かされた数行の言葉だけだった。IMG。ダブリンの裁判所外観。曇り空。裁判は翌年の春に始まった。弁護士は国選だった。初めて顔を合わせたのは法廷に入る直前だったという。IMG。薄暗い法廷内。被告席に座るマーク。検察は自白書を証拠の中心に据えた。彼自身が認めているその一点に全てを集約させた。IMG。証拠台に置かれた自白書。注目する陪審員たち。弁護側は異議を唱えた。取り調べの状況が異常だったと。
弁護士は睡眠妨害を指摘し、心理的圧力の存在を訴えた。 IMG 発言を遮られるように議事を進める裁判長だが、裁判長は聞き入れなかった。警察の証言が採用された適切な手続きに従ったという、その言葉が IMG マークの表情、うつろな目で前を見つめる。陪審員の評決まで4日かかった。4日間マークは何を考えていたのか誰も知らない。 IMG 法廷内、評決が読み上げられる瞬間、有罪。 IMG 傍聴席の静寂、誰も動かない。一言が法廷に落ちた。音が消えた。マークは目を閉じなかった。 IMG 判決文に記された終身刑の文字、量刑は終身刑だった。1991年、彼は31歳だった。 IMG 刑務所の門が閉じる瞬間、冬の光、門が閉まった。鉄の音が一度だけ響いた。それきり外の世界は遠ざかった。 IMG 刑務所内の廊下、奥まで続く扉の列、後に明らかになることがある。当時の取り調べ記録に不審な空白があった。録音が途切れていた箇所が複数あった。 IMG 古びたカセットテープ、ラベルは判読困難。何が消されたのか、何が語られなかったのか、それを問う者は当時誰もいなかった。 IMG 独房の小窓から差し込む細い光、マークの33年が始まった。壁の向こうで時間だけが動いていた。 IMG 薄暗い独房、小さな窓から差し込む光だけが時間の流れを知らせる。31歳の秋だった。マーク・オコナーの世界は扉一枚の厚さに縮んだ。朝起きる、点呼、食事、また点呼、また眠る、繰り返される日常が日付の感覚を少しずつ奪っていった。 IMG 独房の壁、無数の傷跡と薄く刻まれた線、壁には線が刻まれていた。一日一本、それだけが時間の証だった。最初の1年、彼はまだ戦っていた。無実を訴える手紙を書いた。弁護士に連絡を取ろうとした。だが壁は動かなかった。2年目、手紙の数が減った。3年目、ほとんど書かなくなった。希望は声を上げるほど遠ざかっていくように感じた。 IMG 鉄格子の向こう、色あせた空。1993年、父が死んだ。葬儀には出られなかった。知らせを受けた日、マークは夕食を残した。それだけだった。泣くこともできなかった。涙すら出し方を忘れていた。 IMG 窓の光が移ろう。時間の経過を示すカット。外の世界は動いていた。ベルリンの壁が崩れ、インターネットが生まれ、新しい世紀が来た。マークの棒の中だけが止まったままだった。 IMG 差し入れられた一冊の本、表紙は日に焼けている。それでも彼をつなぎ止めたものがあった。本だった。刑務所の図書室から許される限り借り続けた。文字を読んでいる間だけはここではない場所にいられた。そしてもう一つ、母の声だった。 IMG 面会室、ガラス越しに向き合う二つの影。母は毎月来た。どんな季節もどんな体調の日もあなたは正しいとガラス越しに繰り返した。その言葉がマークを人間のままでいさせた。10年が過ぎた。20年が過ぎた。30年が過ぎようとしていた。 IMG 白髪が増えた男の横顔、窓の光を見つめている。31歳で入った男が60代になっていた。
若さも、健康も、取り戻せない時間も、全部、壁の中に置いてきた。それでも、母の言葉だけは、消えなかった。あなたは正しい。その4文字が、33年間の、唯一の灯りだった。IMG。白明の空、遠くで何かが、動き始めようとしている。だが、外では、マークを信じ続けた人たちが、静かに、動き始めていた。外では、誰かが動いていた。マークが壁の中で、母の言葉だけを灯りにしていた頃、外の世界でも、静かな戦いが、続いていた。最初に声を上げたのは、母のブリジットだった。息子が刑務所に消えた翌年から、彼女は一人で歩き始めた。警察署の前に立ち、弁護士事務所の扉を叩き、地元の新聞社に手紙を送り続けた。返事が来ないこともあった。門前払いもあった。それでもやめなかった。息子は何もしていない。その一言だけを繰り返し、世界に向けて叫び続けた。やがて一人の弁護士が耳を傾けた。コリン・マクブライドという名の若い国選弁護士だった。彼はマークの記録を読み込み、ある矛盾に気づいた。自白の内容と現場の物証が噛み合っていない。犯行時刻とマークが自白した行動の時系列が微妙にずれている。そして最大の疑問は、自白調書に記された細部が警察の内部資料とほぼ一致していたことだった。これは知っていた人間が書いた文章ではない。知らせてもらった人間が書かされた文章だ。コリンは確信した。彼は無実救済団体アイルランド冤罪支援センターに事件を持ち込んだ。1998年のことだった。センターの調査員たちは古い証拠箱を開け直した。1990年の現場から採取された血痕のついた布切れ、当時の技術では分析すらできなかったもの。時代が変わっていた。 DNA 鑑定技術が進歩していた。再鑑定の申請を裁判所に提出した。却下された。もう一度出した。また却下された。それでも諦めなかった。センターの代表シーナ・ドネリーは言った。正しいことは時間がかかっても正しいままだ。マークの姉キャスリンも動いていた。弟への面会を欠かさず続け、メモを取り続けた。警察の取り調べのどこがおかしかったか、弟の言葉を一字一句書き留めていた。20年分の証言記録。それはやがて法廷で使われることになる。外では確かに何かが積み重なっていた。壁の中のマークにはまだ聞こえない IMG。 薄暗い事務所の灯りの下、書類の山を前に老眼鏡をかけた弁護士が夜遅くまで資料をめくっているシーン。でもその年、スペインのある都市で一人の男が逮捕された。そして封印されていた証拠箱がもう一度開く。 IMG。 薄暗いアーカイブ室。誇りを被った証拠箱が棚に並ぶ。2023年、スペイン、マドリード。一人の男が路上で取り押さえられた。強盗、そして殺人。手口は執拗で冷酷だった。被害者の首を絞め続けた。逃げる間も与えなかった。現場に残された痕跡を捜査官たちは丁寧に採取した。それが全ての始まりだった。IMG。 スペイン警察の鑑識シーン。白い手袋、証拠袋。マドリード警察は男の DNA をデータベースに照合した。通常の手続き、特別なことは何もない。ところが画面に表示された結果を見た瞬間、担当官の手が止まった。一致。しかも照合先はスペインの記録ではなかった。
アイルランド、ダブリン、1990年、33年前に封印された一つの証拠箱、IMG。古びたラベルの貼られた段ボール箱、薄れた文字で、DUBLIN、1990と書かれている。その箱は倉庫の奥に眠っていた。誰も開けようとしなかった。なぜなら、犯人はもう刑務所にいるはずだったから。マーク・オコナー、自白した男、有罪となった男。だが、DNA は嘘をつかない。マドリードで逮捕されたその男の遺伝子は、1990年のダブリンの現場に確かに存在していた。IMG、DNA の螺旋構造のアップ。2つのサンプルが重なり合うグラフィック、証拠箱が開かれた。中には当時採取されたが分析されなかったサンプルが残っていた。技術が追いつかなかった時代の遺物、誰かが捨てなかった偶然の遺産。その小さな試験管が33年分の時間を動かし始めた。 IMG、 アイルランド司法省の建物。重い扉。報告はアイルランド当局へ送られた。静かに、しかし確実に。マークの弟シェーマスが20年かけて積み上げてきた記録。取り調べの矛盾、証言の食い違い、警察が隠していた調書の断片。それらが今新しい DNA 鑑定と重なった。偶然ではない、必然だった。 IMG、 積み重なったノート。ページが折れ、書き込みが溢れている。一つの証拠だけなら覆せる。しかし幾重にも積み重なった事実はもはや誰にも否定できなかった。マークはその日も塀の中にいた。壁の外で何かが動いていることをまだ知らない。だが最新の扉は静かに音もなく開き始めていた。 IMG、 古びた法廷の木製ベンチ。差し込む光の中に積み上げられた書類の束。再審請求書が裁判所に届いた。2023年の秋のことだった。一枚の紙が30年以上の沈黙をようやく破ろうとしていた。弁護団は3つの柱を立てた。警察が廃棄していた取り調べ記録の断片、証言者たちの食い違い、そして新たな DNA 鑑定の結果。どれか一つなら検察は退けられたかもしれない。重なった3つが完全に重なった。 IMG、 法廷内。弁護士が書類をめくる手元のクローズアップ。裁判官が資料を読む時間がやけに長かった。静寂が法廷を満たした。マーク・オコナーはその日も拘置施設の一室にいた。法廷の様子を誰かに聞かされるまで何も知ることができなかった。壁の外で何かが動いている。その予感だけが胸の中にあった。 IMG、 マドリードの街並み。スペイン警察の車両。夜の照明。天気は予想外の場所から来た。2025年、スペイン、マドリード。一人の男が強盗殺人の容疑で逮捕された。手口が酷似していた。被害者の首を一方向から強く。逃走経路の取り方。現場に残された痕跡の種類。アイルランド当局は即座に照会をかけた。 DNA、 その3文字が全てを変えた。 IMG、 科学捜査の白い手袋。試験管に収められたサンプル。鑑定書の数値。1990年のダブリン。あの夜、現場に残されていた微細な生体痕跡。35年の時を超えてマドリードで逮捕された男の DNA と一致した。一致率は限りなく 100% に近い。マークのものとは最初から一致していなかった。
誰も気づかなかったのか、気づいていたのに目を閉じたのか、その問いに誰もまだ答えていない。IMG アイルランドの裁判所外壁、石造りの重い扉が静かに開く瞬間、最新の決定が降りた。マーク・オコナーはその知らせを電話で受け取った。声がなかったという。長い沈黙の後で彼はただ一言こう言った。わかった。怒りでも歓声でもなく、33年分の重さを乗せたたった2文字だった。扉は開いた。次は彼がその扉をくぐる番だった。IMG 釈放後のマークが施設の門の前に立っている。空は白く、風が静かに吹いている。扉は開いた。2023年9月、マーク・オコナーは33年ぶりに自由の空気を吸った。刑務所の門をくぐる瞬間、彼は立ち止まった。一歩、また一歩。それだけのことがこれほど重いとは誰が想像できるだろう。IMG 秋の光の中、門の外に広がる道路、遠くに木々が見える。出迎えた人々は涙をこらえていた。マーク本人は泣かなかったという。ただ空を長い時間見上げていた。33年分の空、曇りも晴れも彼には届かなかった空、それが今目の前にあった。IMG マークの横顔、視線は遠く、表情は静かでどこかうつろでもある。釈放後、支援団体が用意した小さなアパートに移った。一人で過ごす最初の夜、彼は眠れなかった。静かすぎた。刑務所には常に音があった。鍵の音、健子の声、誰かの咳。その音がない夜は、かえって息が詰まった。自由とは、こんなにも不安なものか。IMG 薄暗い部屋の中、窓から外を見つめる人物のシルエット。保証の手続きは始まったばかりだった。アイルランド政府は調査委員会の設置を表明した。しかし言葉は失われた時間を返さない。33年、青年は老いた。夢は朽ちた。家族は散った。彼の母親は息子の無実を信じながら釈放を待たずにこの世を去った。その事実だけはどんな保証も塗り替えることができない。IMG 古い写真、若い頃のマークと母親が並んでいる。色あせた一枚。トラウマは目に見えない。支援団体の担当者は語った。マークはスーパーに行くと選択肢の多さにパニックになる。33年間選ぶ自由がなかった男には棚に並んだ商品が暴力のように映る。自由は準備のないものに優しくない。IMG スーパーの明るい照明と並んだ商品棚、対比として静かに映し出される。それでもマークは前を向いた。週に一度支援者と話をする。少しずつ外を歩く距離を伸ばしている。変わったこと、空を毎日見られる。変わらないこと、夢の中でまだ鉄格子が見える。IMG 朝の光が差し込む窓辺、静かで穏やかでしかしどこか孤独な空間。33年は消えない彼の中に刻まれたまま残り続ける。ただ一つ確かなことがある。彼は今ここにいる。そしてこの物語にはまだ続きがある。次は終わりではなく問いかけの章だ。なぜこれが起きたのか、誰が責任を負うべきなのか、その答えを私たちはまだ受け取っていない。IMG 空が少しずつ明るくなる夜明けの窓、静かな光が
古びた椅子を照らしている33年という時間を数えたことがあるだろうか。1日365日、それを33回マーク。オコナーはそのすべてを鉄格子の向こうで数えた。IMG 無人の法廷、証言台だけが光の中に浮かぶ。彼の自白は強さではなかった。追い詰められた人間が限界の先で絞り出した壊れた言葉だった。1990年、ダブリン、警察の部屋の中で一人の男が折れた。それだけのことが33年を奪った。IMG、スペイン、マドリードの拘置所、鉄皮が閉まる音。2025年、マドリード、真犯人は同じ手口でまた誰かを殺した。DNA が全てを語った。静かに、確かに取り消せないほど明確にシステムが間違えた。33年後にようやく認めた。IMG、釈放されたマークの後ろ姿、出口の光へ向かって歩く。彼は今、外にいる。風を感じている。空を見上げている。誰にも許可を求めずに立っている。それだけのことが33年かかった。IMG、閉じられた扉、その隙間から一筋の光。問いはまだ残っている。なぜ確認しなかったのか。なぜ疑わなかったのか。なぜ誰も止めなかったのか。責任を持つべき人間は今どこにいるのか。その答えを誰もまだ受け取っていない。IMG、夜明けの空、1羽の鳥が飛び立つ。冤罪は過去の話ではない。今日もどこかの部屋で追い詰められた人間が嘘の言葉を絞り出しているかもしれない。あなたはそれを知っている。では私たちは何をするべきなのか。その問いに答えを出すのは裁判官でも政治家でも弁護士でもない。最後に残るのはあなた自身の声だ。